はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。僕は背中のトレーニングとして僕の中で一押しなのは懸垂なんです。懸垂。懸垂というのはもう背中をトレーニングするといったらもう絶対やってほしいと思っているものなんですね。ジムにはラットプルダウンというマシンもありますけれども、あれもいいんですけども、それがあったとしてもできれば懸垂もやってほしいし、ジムに行ってない人の場合、こういうね、懸垂ラックがあれば懸垂ラック、あるいは近くの公園の鉄棒があればもうそれを利用して週に1回でもいいから懸垂をぜひやってほしいんですね。僕がトレーニングを教えているときは、男性に対しては本当にほとんど全ての人に懸垂をやってもらってます。正直言うと60代の人でも懸垂やってもらってます。今から言う方法で70代の人でもちょこっとやってもらうことはあります。それぐらい僕の中で懸垂というのは一押しなんですね。それは背中全体をすごく鍛えやすい。で、背中の筋力を高めるためには一番効果的なんでそれをやってもらってるんですけども、多分これを言うと、いや、懸垂できないんだよっていうね、声上がると思うんですけど、別に上がらなきゃいけないわけじゃないです。上がらなくてもいいんですけど、懸垂ができなくても、懸垂で鍛えた方がいいということなんですね。どういうことなんだという感じですけど、そこをね、今日段階を経て説明していきたいと思ってるんですけども、まずね、今まで全然やったことがない、懸垂やったことがない、ね、あるいはこの2、30年全然やったことがない、あるいは今ね、すごくまだ体重があってそんな感じじゃないという人の場合、ここのね、1番目のスタートからやってみてほしいんですけれども、この1番目のスタートでは単純にぶら下がるだけ。最初はもう本当に、ちょっと広めね、この曲がってるあたりからそのちょっと内側ぐらいでいいですけど、そのぐらいを掴んで、ぶら下がるだけです。ぶら下がるだけ。今これちょっとね、高さこの距離の制限がありまして、これ以上もうカメラが遠くに行かないので、これ以上上と下をね、ちょっと撮ることができないので、足がちょっと映ってないですけれども、足見えてないけど、これだと僕立ってるという感じですね。で、高さもちょっとこれぐらいにさせてもらってますけど、実際ね、懸垂だとかもっと高いと思うんですけど、これで最初はもうぶら下がるだけ。ぶら下がるだけという、ただこれだけです。これだけでもいいんですよ。これだけでもいい。で、これをなぜ一番最初にやるかというと、まだ懸垂をやったことがない、あるいはちょっと体重が重いという人の場合には、握力を鍛える、それからこうぶら下がるという、このね、今、鍛えられるところはこの大円筋と広背筋ですけど、特にこの大円筋の付け根あたりですね。そこのところが、何にもしてない人の場合、いきなりなんかバコンバコンって、できないと思うんですけど、なんかやってしまうと、ちょっと、痛めたっていう感じになってしまうので、それはやはり段階を経るということで、痛めないためには、まず、ぶら下がってみる。というところが始めてみてほしいですね。それによってまず怪我の防止ですね。このぶら下がることに慣れるということが一つ。それともう一つは、ぶら下がるのさえちょっと辛いという場合も結構あるかと思います。それはやっぱり今のこの握力ですね。握力が持たないということもあると思います。結構やっぱり多いのがですね、これ4、50代、60代になってくると多いのが、右はいいけど左の握力が足りないということがあるので、もうこれをやったらどうしても左も掴まなきゃいけないので、握力をまず鍛えることになるのと、今言ったこの脇のあたりをまずね、ぶら下がるだけという感じの鍛え方。本当にもう、まだまだゼロ地点ですけれども、これによってまず怪我をしないベースをね、一番下地のところを作っていくということですね。で、これができるようになったら、2段階目は止まるだけというのをやっていきます。止まるだけ。これは、あんまり高い鉄棒じゃなくて、もし家の近くに低い鉄棒があって逆に低い鉄棒を使ってほしいですね。で、ジムなんかだと、これ、ちょっとジムによってどういう感じかわかんないですけど、スミスマシンってありますね。スミスマシンでちょっと低くすれば、この目のあたりの高さになると思いますけど、それぐらいならそのぐらいがいいですし、懸垂が高いんであれば、もし下にね、踏み台とかあれば踏み台に上がって一回上がるという感じでやってほしい。このマシンについては、ちょっと高さが変わるので、ちょっと高さを変えていきます。はい、これで、さっさっと変えて、あえてちょっと、はい、低めにしていきます。はい。あえて低めにちょっと設定させてもらいます。はい。で、ちょっともう僕の目の高さになってますけど、これでさっきぶら下がるだけでしたけど、ここから今、本当に目の高さ、鼻高さ、このぐらいのところ、ここでギュッと背中ギュッと締めるで、締めるように、ね、一番もう正しいフォームというのをここからやっていきます。胸を持ち上げて、肩を下げて、とにかくこの喉のこのね、鎖骨の真ん中のところで、ここを縦にも横にもこう開いたこの形になってるんですよ。こう開いた形。この形で止まるというのをやってほしいということ。で、ここで、喉元を上に向けるような感じ。大胸筋を上に向けるような感じ。そして肩撫で型ね。絶対肩撫で型にするようにして、ここで肩撫で型ね。
肩をすくめた状態じゃなく肩を撫で型の状態にしといて、このままでまず、ちょっとキュッと引っ張って、これでキュッと引っ張ってもう半分ぶら下がったらしい。で、今、つま先立ちになってるんですけど、つま先立ちになってこれを引いてもう締めた状態。なので、今、3割4割自分で引っ張ってる状態にしといて、そこから、そっと足を離す。ということ。まずは止まるだけ。何秒でもいいです。そんなに30秒とか40秒1分でやる必要ないですけど、まずは本当に3秒、5秒でもいいので、この正しく締めた形、肩を下げて、肩肩甲骨を上げて胸を上に向けて締めた形で止まる。というのは少しでもできればいいです。で、多分一番最初の段階ではこれがちょっと止まるけど、落ちたってなると思うんですよ。止めて、落ちたってなっちゃう。ただこれがですね、一番最初は0.1 秒で落ちてたのが、次の週間2週目になると 0.3 秒ぐらいか、0.5 秒ぐらいになっていく。そして、2、3週目になると1秒ぐらいは止まるっていうのができるようになってくるようになってきます。もうこれだけでめっけものなんですよ。なので、今のこの止まるということを努力していくだけで、筋力がもう上がってるってことなんですよ。何もできてないわけじゃなくて、これがね、ガーッと落ちてしまうのが、このまま止まれるように、1秒でも止まれるようになったらすごい進歩なんですよ。だから、止まるだけでも筋トレになってるということです。確実に前に進んでるということです。これが大事。なので、まずはこの胸を開いて、で、お腹腰脱力ね、絶対にこれが、胸がへこんで、ね、胸がへこんで骨盤が前に行くような、なんかこういう感じの、懸垂にならないように、腰は反らして胸を持ち上げた、この形で止まれる。という感じにしてください。これをまず目指してほしいということ。これが2段階目。で、2段階目と3段階目はちょっと同時進行でもいいんですけれども、3段階目としては、降りるだけですね、降りるだけ。で、今の正しいフォームね、胸を張って肩下げて背中を全部後ろが締めて反った形から一瞬止まったら、1、2、3。で、足で上がってもうここからです。上がるのはもうどうでもいい。ここから高い懸垂台の場合には、下にね、ベンチを置くとか、あるいは横にね、踏むところがあれば、そこからつま先立ちになってほしいんですけど、そこでつま先立ちの状態から、止まったら、1、2、3、2秒でもいいけどな。ここから、1、2でもいいです。あるいは、ここから、1、2、3、止まって、1、2、3、止まって、1、2、3、という感じの降りる方だけ、ちょっとね、耐えながら、2カウント、3カウントでやっていく。という、これは確実に筋トレになります。ベンチプレスやその辺なんかでも、降りる方だけネガティブでやっていくというね、それによって筋力を伸ばしていくというのはありますけど、それと全く同じネガティブなんですね。そもそもが自分の限界を超えているところなので、上がらないというね、そこの限界を超えているところなので、もうすでに最初からネガティブですけど、それでも降りる方だけ背中の筋力を使ってるんですね。それを、この何回も言いますけど、崩れたフォームでいかないようにやっていく。それによって、背中はもうトレーニングに入っているという感じです。で、この下ろすのも最初はね、かなり早かったのが、だんだんね、完全に自分でコントロールができるようになってくると思います。で、そうすると、コントロールができるようになってくると、今度次のステップに進むことができます。今度はちょっと、あえて、これは高いバーにしていきます。はい。今度はちょっとね、高くしたんですけれども、今度は、降りる方だけじゃなくて、少し上がるのを使う。少しってどういうことかというと、ジャンプして上がる。ジャンプして、両足でも片足でもいいです。で、ちょっとジャンプしてポンと上がって降りる方をコントロール。ポンとジャンプして降りる方をコントロール。ポンとジャンプして降りる方をコントロールということ。これは最初の固定してるのと違って上がった瞬間にきちんと胸を張る、反る、肩を下げる。ここに入ってほしいんですね。ジャンプしたからといって猫背になっていいわけじゃなくて、この形、基本の形というのは絶対守っていく。で、それを一瞬にして、やっぱりここに入ってほしいですね。これも大変なんですけど、で、ジャンプも、こう来てね、ここまで上がるの、この辺まではジャンプの力を使うんですけれども、ここから上の少しは自分の力をギュッと締めるということ。だから、10あるうちの全部をジャンプで上がるんじゃなくて、8ぐらいまではジャンプの力を使うんですけど、残り2ぐらいは自分の締める力でしっかりとトップを締めていく。ね、最後だけギュッと締める。そこからコントロールに入る。だから、一つ前の段階の降りるだけよりは、上がる方がここだけ入ってくるんですね。この下の伸びてるところ、この辺っていうのがすごい辛いんですよ。なので、そこまではジャンプでちょっと勢いをつけてあげて、上の1割2割だけ自分の力でポンと
上がって、あとはコントロールしていく。で、あとは降りる方は一緒ですね。降りる方はここからコントロールしてずーっと降りてくるという感じです。はい。実際には懸垂ができた方がかっこいいと思いますけれども、上がれなくても今の段階で背中の筋肉って結構作れてくるんですよ。十分かっこいい背中になってくるし、この懸垂をやることで広背筋、大円筋がすごく使われますので、代謝の高い体は作りやすくなってきます。痩せやすい体にはなっています。なので、懸垂ができるけど、ここまでの段階で、正直普通にやってると何ら変わらない背中のトレーニングになってくるわけですね。それをね、しばらく続けていくと、もっともっと筋力が高くなってくるので、それがね、2、3ヶ月前までは、こうやってジャンプして上がってたのが、ジャンプしなくても、とりあえず、1回か2回、あるいは3回ぐらいは自分で上がれるようになりましたっていうふうにどんどん変わっていくんですね。このやり方で今までも本当に50歳の人、あるいは60歳の人、どんどんできるようになってきます。その辺の人たちは本当に今のやり方をほんの3セットぐらい、このね、例えばジャンプして降りてくる、ジャンプして降りてくるというのを、多分数回できる限り、7回か8回、できれば10回かなと思いますけど、それを3セットだけ、これを週3回かそこらやっていっただけで、1年後ぐらい、1年が長いか短いか知らないですけど、この年になってくると大体短いと思います。1年というのは大体短いと思うんですけど、その頃には、なんか3、4回もうできるようになりましたってかなりほとんどの人が言ってくれてるんですね。なので、上がれないからやらないではなくて、この止まるところからやっていく。そしてジャンプしながらやっていくということをやっていくということはね、ほんの1年後には懸垂ができるようになっている可能性がかなり高いですが、これを週3回ぐらいね、3セットずつやってほしいです。それによって背中しっかり引き締まってかっこいい体ができてくると思いますので、背中のトレーニングで本当にね、懸垂はやっぱりその背中の筋力を上げるためにね、すごく一番いいし、筋力が上がってくれば、どんな背中の種目でも絶対やりやすくなってくるので、そういった意味で他の種目でもね、背中のトレーニングやりやすくなってくるんですね。僕としては懸垂が本当に一押しの背中のトレーニングです。で、僕も絶対欠かさないですね。ぜひね、皆さん今の段階を追いながら、そして懸垂があればあった、ジムならジム、あるいは家の近くで低い鉄棒でも本当にいいんですよ。低い鉄棒でもそこから下だけでもやっていけばかなり変わりますので、そういう鉄棒を見つけてぜひね、やってみてもらいたいと思います。それによってね、バックランジでお腹のウエストが減るのと同様、皆さんのね、背中、後ろ姿もかっこよくなることを願っています。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのリュウジでした。